こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら。スタビレーのトルクレンチです。はい。スタビレーのトルクレンチは今までもご紹介してきましたけれども、今日はですね、メーカーさんからデモ機をお借りしましたので、実際に使ってね、クリック音とか感触などもお伝えできればなと思っております。おさらいも含めてスタビレーのトルクレンチの魅力を3つのポイントで紹介しますね。まず1つ目です。スタビレーのトルクレンチは板バネ式ということなんです。一般的なプリセット型のトルクレンチはこの中にコイルスプリングが入ってます。ね。そのコイルスプリングを戻す力がカチンとなるわけです。ですから高いトルク値で使う場合はそのコイルスプリングをギューッと圧縮するわけですね。設定した時点でずっとスプリングに負荷がかかった状態になります。ね。ですから使わないときは最低値に戻しましょうというのはスプリングに負荷をかけ続けないようにしましょうということなんですね。で、スタビレーのトルクレンチは板バネ式なんです。はい。板バネ式なのでトルク値を戻さなくてもいいというのがこの板バネ式のトルクレンチのメリットなんですね。その機構をですね、カットモデルを使ってご説明しますね。はい。こちらがですね、スタビレーのトルクレンチですね。はい。こんな感じで締めていくと、はい。これがね、ここを押し戻して、これが上がって、ここを弾くというわけです。これがね、板バネなんですね。ここに支点があるときは弱い力で弾きます。でも、この支点がこっち短くなると強い力になるわけですね。はい。ですから、今の状態は、これ20ニュートン。ね。で、これを締めていくと、はい、100にすると、はい、先ほどの視点がここにずれてますね。短いんで、これを弾くときに、ね、力がいるというわけです。で、戻さなくてもいい理由っていうのは、見てお分かりのように、この状態ではこの板バネに負荷がかかっていないんですね。測るときにこの板バネを弾きますんで、測るときにここに負荷がかかるわけです。ですから、設定した状態では板バネに負荷がかかっていないということなので、設定値を戻さなくてもいいということなんですね。はい、いかがでしたでしょうか。ね、トルクレンチを使うとき、ね、にしかこの板バネに負荷がかからない。だから、設定値を戻さなくてもいいと。そのままにしておいてもいいというのは、一日中トルクレンチをね、よく使う方にはありがたい機能ですね。そして2つ目ですね。クリック音がしっかりしているということなんですね。スプリングコイル式のプリセット型のトルクレンチを使っている方で、低いトルクの時、感触が伝わりづらい。ね。なんか、ふにゃんと。あらね。そんな経験ないでしょうか。スタビレーのトルクレンチはこの板をパチンと弾きますんで、しっかりしたですね、音と感触が伝わってくるんですね。実際にですね、デモ機を使って、試してみましたんでね、よかったらご覧ください。はい。それでは実際にデモ機を使ってね、いろいろと試してみたいと思います。今日試すのはまずこちら。はい。6から50ニュートンのタイプ。それと、こちら。20から100ニュートンのタイプ。それと、こちら。40から200ニュートンのタイプですね。はい。ではまずこちらですね。6ニュートンから50ニュートンタイプ。ね。こちらで、10ニュートンにね、セットしてみたいと思います。はい。10ニュートンですね。はい。音はね、さすがにちょっと小さいですけども、感触はね、しっかり手に伝わってきます。ではこちら、40ニュートンにセットしますね。はい、40ニュートンですね。
はい、さすがにね、しっかりした音と感触が伝わってきます。よいしょ。次。次はこちらですね。20から100ニュートンのタイプですね。こちらで一番下。ね、20ニュートン。20ニュートンにセットしました。はい、こんな感じの音ですね。次。70ニュートン。70ニュートンにセットしてみました。はい、もうね、しっかりした、クリック音とね、感触が伝わってきます。よいしょ。次。こちら。40から200ニュートン。ね、40から200ニュートンですね。はい、こちら40ニュートンにセットしてみました。はい。一番下のトルク値ですけど、しっかりしたね、クリック音と感触が伝わってきます。で、こちらですね、今度80ニュートン。80ニュートンにセットしました。はい。200ニュートンまで、測れるトルクレンチですけど、80ニュートンでね、しっかりした音とね、感触が手に伝わってきます。このようにですね、板バネ式は、しっかりした音とですね、感触が手に伝わってくるというのがですね、特徴ですね。はい。いかがでしたでしょうか。ね。さすがに小さいトルクレンチね、レンジが低いところではクリック音もね、ちょっと小さいんですけれども、それでもね、ちゃんと音しますし、感触は伝わってきます。ね。はい。そして、3つ目ですね。スタビレーのトルクレンチは、はい。ヘッドが交換式になってます。ね。ここの四角い部分はですね、規格になってます。ね。規格になってます。9ミリと12ミリ、14ミリと18ミリと。これね、規格になってますんでね、このサイズがあれば違うメーカーのものでも使えます。はい。このヘッドが抜けることでですね、いいことがたくさんあります。まずですね、トルクレンチと言いますと、右ネジです。ね、ワンウェイです。こちらにしか回せません。ね。ですから、左ネジの時困りますね。その場合は、はい。このようにヘッドを変えてしまえば、向きを変えれば左ネジもできるということなんですね。これね、大きなポイントですよね。それと、一般的にはね、ラチェットにソケットをつけて使うと思います。でも、このスペースが取れないという場合、ね。はい。はい。こんなアダプターがあるんですね。ですから、はい。ね、このようにして使うことができます。メガネじゃ使えない。スパナじゃないと使えないときは、スパナもあります。ね。はい。このようにしてスパナで使うこともできます。他にもですね、9と12の場合ですね、4分の1もあります。ね。そして、2分の1もあります。はい。ですから、いろんなソケットを使うことができます。ただし、こちらの、14×18 の、ね、こちらのタイプはスタビレーでは2分の1と4分の3しかありません。ね。はい。そんな板バネ式のスタビレーのトルクレンチ。タイプはね、いろんな種類があるんですけども、今日はクイックセットタイプ、ね、こちらをご紹介したいと思います。名前の通り、早くセットができるということなんですけども、構造はね、こんな感じになっています。ここ蓋がなくって、ここにレバーがあるんですね。このレバーを下げると、ロックが解除になります。そして、ここをスライドさせます。ここね。はい。ここに拡大鏡がついていますんで、ね、数値も非常に読み取りやすいということです。ね。老眼の僕にもね、とてもありがたい機能ですね。はい、そんなスタビレのトルクレンチ、ちょっとね、高いです。正直高いです。
でも長く使えるいいトルクレンチなんで、ぜひね、トルクレンチ、よく使う方はスタビレのトルクレンチ使ってみていただきたいなと思います。こちらの商品、ファクトリーギア各店と通信販売で購入できますのでね、よかったらぜひ使ってみてください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、スタビレのトルクレンチでした。